月明かりさえ眩しいねこんな日は。ああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそう。そばにいるとだんだん気になる気のないふりしてくのか。だんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにね。初中の味。東西新聞が乗っ取られるかもしれないんですか？君たちも知っての通り、我が社の株式は創設当時から非公開だ。一般に公開して変な株主が力を持ったりすると新聞を自由に編集できなくなることを恐れてのことなんだが、実はそれが裏目に出てしまった。東西新聞を創業したのは今の大原社主の曽祖父大原光道とその友人である下畑秀行、君川誠一郎の3人で代々大原家が社主として認められてきたんだ。最初は株の 50% を大原家、25% ずつを下畑家と君川家が保有していた。そして戦後になって社の民主化が進み、社員にも株を持たせることになった。その結果、我が社の持ち株比率は大原家 30%、下畑君川両家が 18% ずつ、社員持ち株会が 34% となって現在に至っている。ところがだ、その 18% の株を持つ下畑家が政商として悪名の高い野の金吉に全株を譲り渡していたのが明らかになったんだ。あのノロにですか？数年前外国の兵器会社絡みの汚職で有罪になった男だよ。金のためならどんなことでもする男だ。そんな男に株が 18% も渡ってるなんて考えただけでも寒気がしますわ。その通り。しかもだよ、ノロは君川家にも強引に働きかけてさらに 18% の株を買い取ろうとしているんだ。もしそうなったら 36% になって現在 30% の大原家を抜いて筆頭株主になってしまう。 36% も株を持っていれば役員を何人も送り込めるし経営に口出しもできるだろう。山岡さん。もう山岡さん。もう呆れたわね。みんながこんなに心配している時に。なんでしたっけ？このバカ者！貴様には愛車精神のひとかけらもないのか！まったくもう山岡さんも社員なんだから株を持ってるでしょうが。株？あれね、借金返すためにとっくに売っちまった。まったく山岡にはかなわんな。山岡さんはともかく、社員はもちろん大原社主に協力するつもりだけど、ここのところ肝心の大原社主がやつれ果ててて元気がないでしょ。あのままじゃ乗っ取りに対抗するどころか健康面ですでに勝ち目がないって感じよ。そこでだ、究極のメニュー担当の君たち2人に相談に乗ってもらおうというわけさ。
我が社の株の買い占めが判明して以来、その対策に追われて毎日毎日寝る間もない忙しさ。そこへ連日のこの猛暑だ。医者にも念入りに見てもらったがどこも悪くない。夏バテだよ。ただし最悪の夏バテだ。単なる夏バテだなんて安心してると危ないですよ。特にご老体はもう体中にガタが来てるから、秋口になってぽっくりってことにもなりかねませんからね。なんだ君は。それが夏バテで苦しんでる者に対する言葉か。いけません。興奮してはお体に障ります。まったくもう少しは思いやりというものがあってもいいだろうに。それで俺たちに来ようというのは何でしょうか。君たちを呼んだのは他でもない。君たちはこれまでいろいろな食べ物に出会ってきたはずだ。夏バテにはまず体力だ。夏バテを治すための食べ物とか料理で何かいいものはないだろうかと思ってね。夏バテを治すもの。私の知る限りいろいろとやってみたんだがね。うなぎ、すっぽん、マムシ、ニンニク、朝鮮人参、その他精力剤と名の付くものはあらかた試してみたんだが、どうもね、食っても胸はムカつくし下痢はするし。そりゃ当たり前ですよ。夏バテが一番影響するのは胃と腸です。だからまず食欲が減退する。そこへうなぎやマムシみたいな強い食べ物を食べても弱った胃腸が受け付けられるはずがない。無理に食べると一層胃腸が弱る。逆効果ですよ。じゃあどうすればいいのかね。まず胃腸の回復を図ることですね。あっさりしてて温かで柔らかく消化の良いものを少しずつ摂ることをお勧めしますね。もしかしてそれはおかゆのことじゃないだろうね。ねえ、やっぱり日本人にはおかゆが一番いいんじゃないですか。とんでもない。おかゆなんて。わしはおかゆだけは食べられないんだ。あんなぐにょぐにょして味も何にもない気味の悪いものは絶対に食わん。絶対に食わんからな。お、どうしたんですか？どうしたもこうしたもない。おかゆを食うくらいなら夏バテの方がまだマシだ。おかゆがそんなにお嫌いなんですか？おかゆなんて考えただけで吐き気がするわい。ああ、かわいそうに。本当にうまいおかゆを食べたことがないんでしょう。冗談じゃない。うまいおかゆなんてものがあるはずがない。そんなことないですよ。うるさい。もういい。出てってくれ。おかゆの話など聞きたくもない。もうこの頑固じじいが。でもそういえば私もあまり美味しいおかゆって食べたことがないわ。かといって他に弱った体にいい食べ物といっても。ああ、明日は朝から日帰りで出張するから部長に連絡頼むよ。私も行きます。取材ですよね。くっついてくるのは構わんけど遅れんなよ。朝一番で出発だ。山岡さん、行き先は？宮城だ。宮城？いいからその件は後回しにしてくれ。ただいま帰りました。どうしたんですか？一体今までどこ行ってたんだ？ああ、仙台までちょっと。
仙台だって？いや、いいんだ。彼らは出張で行ってもらったんだよ。ああ。今日の午後、大原社主が倒れられてね。今日は午後から例の 18% の株のことで株主の君川さんと交渉されていたんだ。ノロに株を売り渡さないようにね。ところが。どうしました？大原さん、大原さん、誰か来てくれ！おい、誰か！そのまま救急車で入院された。当分は安静にしていないといけないらしいんだ。で、山岡君、栗田君、出張の成果はどうだったのかね？ええ、おかげさまでなんとかなりそうですよ。そうか、そりゃよかった。早速明日にでも病院の方へ行ってくれたまえ。大原社主には何としてでも元気になってもらわないとな。大原さんね、やっぱり精神的にかなり追い詰められていますな。肉体的にも随分と無理を重ねているようだし、でなければ夏バテでここまで弱ったりはしないでしょう。そんなに弱りきっていらっしゃるんですか？困るのは胃腸が弱っていて食べ物を受け付けないことです。栄養剤を点滴していますが、正直言ってそれだけじゃ力はつきません。なんとか食べ物を取っていただかないとかなり長く入院していただくようになりますな。まあ、病院の調理場をお借りしてもいいですか？は？お粥を作ってやりたいんです。道具類は持参しました。はい、まあ構わないとは思いますけど、病院でお出ししたお粥には手もつけてらっしゃらないですよ。そうでしょうね。あの人大のお粥嫌いだから。お粥は米から炊くのが美味しいんだ。炊き始める30分前に米を研いで水につけておく。するとその30分の間に米が水を吸って米の中のでんぷんが変化して美味しくなるんだ。お粥に限らずこれはご飯をうまく炊くコツさ。これで OK だ。弱火で1時間ぐらいコトコト炊くと美味しいお粥の出来上がりだ。食えないもんは食えないと言っただろうが。でもあなた本当に何か召し上がらないと。食えんもんは食えん。いくら体にいいと言ったって嫌いなんだよわしは。もう少しだ。あと10分ほどしたら火から下ろしてそのまま蓋を取らずに10分から15分ほど蒸らすんだ。15分。社を見捨ててこのまま飢え死んでもするつもりなんですか？それを言わんでくれ。わしだって辛いのだ。しかしお粥ではどうしようもない。何か食べられるものはないかしらね。はい。失礼します。なんだ山岡か。ああ、大原の家内です。主人がいつも。あ、どうも文化部の山岡です。山岡なんかに挨拶せんでもええわい。何の用だ。わしの伏せっている姿を見物に来たのか。ひどいな。せっかく食欲が出て元気になる夏バテ解消料理を持ってきたのに。何？あなた。まあそういうことなら。それじゃいいぜ。お待ちどうさまでした。お、何かね。山岡君、そこに持ってきたのはもしかするとあれか。はい、お粥です。おかゆ。やっぱり帰れ、持って帰れ。私
私はおかゆは食べんと言っただろ。まああなたせっかくこうして持ってきてくださったのに。そうですよ、無理に食べてくれとは言ってません。まず味見をしてみてください。何？どうぞ。あなた。今さらおかゆの味なんか。この病院のおかゆとどこが違うんだ。まあまあ、怒る前に一口でもいいから味見してくださいよ。どうしたことだ。なんといい香りだ。嫌な匂いなんて少しもしないぞ。この病院のおかゆはぬか臭いようなカビ臭いようなひねた匂いがしたが、このおかゆは臭いどころか甘い香りがする。そうです。これが本当の米の持つ香りなんです。何？本当の米の持つ香りだって？はい、私たちこのお米を探しに宮城県まで行ってきたんです。夏は米が一番まずい季節です。何せ取れたのは去年の秋ですからね。米も農作物であるからには生鮮食品なんですよ。それなのに温度管理もできていない倉庫に積んでおかれては品質が劣化します。匂いも悪くなり味も大幅に落ちるのは当然です。この中は涼しいわ。冷房してあるんですよ。温度も湿度も完璧に管理してあります。米の流通過程でどこでもこのように管理してくれればいいんだけどね。米の保存か。なるほど。そういえば私が決定的におかゆが嫌いになったのも夏だったな。多分あれは保存が悪くて質の劣化した米で作ったおかゆだったんだな。おかゆにすると米の香りも味も普通のご飯よりはっきりとわかるんですよ。まさにこれは新米だけの持つ新鮮なうまさだな。米の保存が良いだけでこんなに違うのか。実はこのお米の美味しさの秘密は他にもまだあるんです。ほう。水車で米をつくことの良さは熱が出ないことです。今使われている精米機は高速で短時間に大量の米を精米することができますが、温度が上がりすぎて米のでんぷんが変質します。いわば精米の過程で米の一部が半分煮えた状態になるわけです。それを飯に炊くということは一度煮たものを煮返すのと同じことだ。まあそれじゃあ美味しくなるわけないわ。昔のやり方の方がいいことってあるんですね。もちろんまだ他にも山岡さんは神経を使いました。このお米は天日での自然乾燥であることを確かめてありますし、使った水は天然の鉱泉水です。そうか。本物の材料を使って正しい料理法で料理をすればおかゆ一つとってもこんなに美味しくなるものなのか。まずいおかゆほど無残なものはありませんからね。その通りだ。
まい。おかわりをもらえるかね。まあ、はい、まだまだたくさんありますから。あなた。なんだか食欲が出てきたよ。まあ、なんとお礼を申し上げたらよいのでしょう。いえいえ、これで少し誰かさんの頑固が治ればそれで十分ですよ。山岡さんたら。いよいよ今日ですね。君川氏の 18% の株の最高賞。ノロもだいぶ君川氏に働きかけているようだから早いに越したことはないんだが、いくら回復が早かったとはいえ退院されて間もないからな、大原社主は。君川さん、ノロがあなたの株をかなりの額で買収しようとしているのは聞いています。確かにあなたの株ですし、どうされようとあなたの自由だ。しかし私は全社員と力を合わせて東西新聞の独立性と言論の自由は守ってみせる。私には曽祖父の時代から社主としての責務がありますからな。そう簡単にはくじけやしませんぞ。大原さん、私が聞きたかったのはその言葉ですよ。この間までのあなたの様子ではすっかり弱気になられて正直言って頼りなかった。お約束します。株は売りません。いつまでも良い新聞を作り続けてください。君川さん、ありがとう。本当にありがとう。社主からだ。みんな安心して働いてくれたまえだと。君川氏が株を譲るのを拒否したので、今までの持ち株だけでは力が弱すぎると見たノロ氏は東西新聞乗っ取りを諦め、持っていた株を大原家と社員持ち株会の両者に売り渡し、今回の騒動は収まりましたが、はい、どうもありがとうございました。まずい、もうじき昼だぞ。山岡君、栗田君。山岡君、栗田君、おかしいな。谷村君、山岡君と栗田君はどこへ行ったんだな。二人とも出張です。せっかく今日は美味しい中華粥を食べようと思ったのに。よろしい。谷村君、富井君、これから付き合いたまえ。いや、私はおかゆが苦手で、なんて言いますか、いや、参ったですな。困っちゃ。何、おかゆが苦手。よろしい。私が君をおかゆ好きにしてやろう。いや、それはなんて言いますか、騙されたつもりで来なさいって。本当におかゆするんだから。困った。社主、許してください。まったく参るよな。好きになったら今度は毎日おかゆだもんな。いいじゃないですか。おかげで東西新聞は安泰だったんですから。もうちょっとまずく作っときゃよかったかな。人並みに Love is pain
たち山岡さんに連れられてとっても雰囲気のいいバーに行きました。山岡さんのおすすめだけあってウイスキーの水割りを本当に美味しく飲ませてくれるの。なのにマスターの大月さんはもうお店を閉めるつもりでいるんですって。どうして山岡さん？東京の水が飲めなくなっているのさ。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼ真夏の氷」、水割りはもっと美味しくなります。お楽しみに。